皆さん、こんにちは。好奇心 TV です。今回の動画は、間もなく訪れる肉が食べられなくなる日がやってくるということについてお送りしたいと思います。皆さんは焼肉って好きでしょうか？私は大好きです。スーパーに行った時に肉の塊を見ると、炭火で丸ごと焼いて食べたくなります。そんな経験ありませんでしょうか？肉が食べられなくなる日がやってくるという衝撃的なタイトルにしたのですが、これが結構リアルな話となります。昔銀河鉄道999というアニメがありました。私が小学生だった頃の作品だと思いますが、 SF 作品で主人公の鉄郎が機械の体を手に入れるために宇宙空間を蒸気機関車で移動し、様々な星に立ち寄っていくというストーリーの中で、ラーメンが伝説的な食べ物になっていたということがありました。当時普通に食べていたラーメンがストーリーの中ではとても貴重でありがたい食べ物だったということが衝撃的でした。その後に食べたラーメンがなんと美味しかったこと。そのアニメは相当昔の作品なのですが、機械の体にしてもラーメンにしても現実の話になってきているということで、クリエイターの方の想像力ってすごいなと改めて感じています。今回の動画を見た後にお肉を食べたくなるかもしれませんが、きっといつもより数倍美味しいと感じると思います。そしてそもそもなんでそんな話になっているのかというところが結構深刻で、皆さんに情報をシェアしたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルでは、自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。この動画を作ろうと思ったきっかけというのがオランダからのニュースでした。オランダで何が起きていたのかというと、2019年10月に数千台ものトラクターが主要都市ハーグを中心に高速道路を封鎖したのです。当然交通渋滞が発生し、そのトータル長さは 1000km 以上にもなり、街の機能は麻痺してしまったのです。そのトラクターデモを起こしたのは畜産農家でした。オランダは国土面積が日本の約4割しかないのですが、世界有数の農業・畜産国で農業関連の輸出額がアメリカに次ぐ世界第2位というから驚きです。オランダの農地は国土全体の 55% を占めていて、国内経済を支える産業となっているのです。オランダというとチューリップというイメージがあったのですが、そもそも農業国だったのですね。このデモが起きた背景には環境問題があります。環境 NGO が支持している政党によって畜産業がやり玉に上がったというわけです。つまり、オランダが排出する大気汚染物質である窒素化合物は、国内の 46% を占めており、そのうち牛の排泄物が9割を占めているということを問題視していたのです。そのため政府の議論の中で、2019年9月9日には家畜の数を半分に減らすという案が出ていたのです。もちろん、提案したのはオランダ緑の党や社会リベラル政党 D66 という環境 NGO が支持している政党でした。そのような背景があり、畜産農家が猛反発したというわけです。この環境汚染問題というのは、本当に闇深くて労働者と家族の生きる道を閉ざすことにつながるため大きな問題だと思います。そして、それは畜産業以外の我々にもしっかり影響が出てくるのです。大前提となっている環境汚染物質については科学的根拠はどの程度確かなものなのか、反対している科学者の意見はないものとして議論が進んでいるところに問題があると思います。トラクターによる道路封鎖行動は、一旦落ち着いたり、再燃したりを繰り返し、最終的に政府は家畜の半減策を講じないと公表しました。ところが、状況は一転して今度は EU 全体で大気汚染を大幅に削減することが決まり、オランダ政府は2030年までに窒素化合物排出とアンモニア汚染を 50% 削減する政策を提案。その流れの中でオランダのハールレム市が2024年に世界初となる肉の広告禁止の実施を決めました。当然ながら再び反発が起き、直近では2022年6月10日に大規模な道路封鎖が発生しました。この動きにはもはや畜産家だけでなく、農家や漁師なども抗議活動に参加し激しさを増しています。彼らの言い分としては、飛行機、自動車、建設業からも窒素化合物は出ているのに、なぜ自分たちだけが狙い撃ちにされるのかということでした。この環境汚染問題は、そもそもの出発点が利権絡みであることが言われています。畜産家にしてみたら、もちろん仕事でやっているということもありますが、多くの人たちの食を満たすためにやっているという自負があることは間違いありませんよね。日本においても日本の産業を支える中小企業の存在を効率が悪いだのと悪者にし、なんなら淘汰した方が良いという論調が一部あるのですが、
何でも効率という言葉に振り回されない方が良いと思いますね。どなたかが無駄というものを悪玉にしているけど、言い換えれば余裕ということなのだということを言っておられました。本当にその通りだなと思います。何でも競争という土俵に乗せて淘汰させていくというのはいかがなものかと思います。こういった動きはオランダだけでなく EU 全体の問題としてどんどん広がりを見せていくと思います。これは世界的な動きとして捉えた方が良さそうで、日本においてもアプローチは違いますが、畜産農家への圧力が始まっています。2022年の11月に農林水産省がある東京霞が関に畜産農家130人が豚や牛を引き連れ集まり声を上げました。飼料高騰やエネルギー高騰などの事情により経営が困窮しており、このままでは冬を越せない、借金して牛乳を生産しているといった切実なる訴えを起こしたというのです。2022年は日本で大手の農業法人の倒産が相次ぎました。そして能力の落ちた牛の早期処分をすることで1頭あたり15万円の補助金が出るという政策によって、2023年には4万頭の牛が日本から消えることになります。どんな話にも賛否両論あるとは思いますが、日本の食料安全保障という視点でも政策を決めてほしいと思いました。減反政策もそうですが、農業製品の価格維持安定のためにということなのかもしれませんが、それはそのまま日本の食料自給率を落とすことになっていくのではないのでしょうか。問題は複雑で難しいとは思いますが、大きく言えば日本の強みを生かして産業を育てて日本全体で稼ぎ、食料安全保障という観点から日本の農業の保護、技術力を輸出して日本人が食べるものは日本で生産するという政策に舵を切ってもらいたいですね。日本はご存知の通り島国です。外からの輸入が途絶えたら終了という立場にあります。私にはそういった弱みを助長するようなことばかりにお金を投じているようにしか見えません。日本の学生が奨学金の返済に四苦八苦しているのに、なぜか中国人留学生を優遇する。これって本当におかしいと思いませんでしょうか。そしてこの畜産の問題が大きくなる一方で、アメリカでは培養肉の生産が始まると聞いています。イスラエルの培養肉企業であるビリーバーミーツが、アメリカのノースカロライナ州に世界最大の培養肉工場を建設することを発表しました。ビリーバーミーツは2022年12月7日に1億2335万ドル、約170億円の費用を投じてノースカロライナ州ウィルソン郡に新工場を建設する計画を明かしました。工場の敷地面積は20万平方フィート、約1万8580平方メートルで、フル稼働すれば1万トンの培養肉を生産することが可能とのことで、どのくらいの期間で1万トンの培養肉を生産できるのかは明言されていませんが、この規模は世界最大だとビリーバーミーツは発表しています。こういう流れを見ますと、今後詐欺まみれの環境問題に端を発し、多くの産業がこういった新しい技術の産業と入れ替わることが促進されるのだろうな、ということを感じます。当然、このような新しい技術には世界金融資本家たちからの資金が集まり大きな利益を生むことになるのでしょうが、その陰で一生懸命汗をかいて働いている人の職が失われていきます。いつの世も需要と供給の問題で新陳代謝があることによってなくなる職種、新たに生まれる職種があるのでしょうが、一部の者の利権のために嘘ででっち上げられた問題が中小企業や個人事業の存続を脅かし、一生懸命働いている人たちの職が奪われていくのは納得いかないと思い、この動画を作成してみました。いかがだったでしょうか。今世界で巻き起こっている潮流としての反グローバリズムは、まさに今回取り上げた問題のようなものに対してのことだと思います。グローバリストたちはなぜか言葉遊びに似たことをします。グローバリズムという言葉は、国境を越え世界を一つにという大変耳障りの良い言葉で我々に近寄ってきますが、日本語にすれば国際金融資本家ということになり、国境を越え世界中に投資を行って利益を得るという解釈で間違いないと思います。それによって各国の産業構造を破壊し、莫大な資本力を持った企業が牛耳っていくということが行われています。この動きに反発をする動きが日本でも起きていますし、世界的にも動き始めているのが救いです。そしてそういった世界を牛耳ろうとしている人たちの集まりがダボス会議です。会議という名のもとに世界中の国際金融資本家関係の者たちが集まり、世界の潮流を決めていくという考えれば考えるほどおかしなことをしているのです。しかし、今年の開催では大きな変化があったようですので、また動画にしてみようと考えていますが、日本の畜産業や農業に関して言うと、日本の安全保障を犠牲にして彼らに利益がいくように仕組まれているように思えてなりません。
最後に今回のテーマで取り上げた肉を食べられなくなるかもしれないというのは、かなり現実味が帯びてきたと感じています。地球環境問題をでっち上げて従来の畜産業だけでなく、農業も新しい技術を持った大企業にとって変わりそうです。私たちがお肉を食べられない日がすぐそこまで来ています。お肉は健康維持に良くないとかの理由で我慢している人は迷わず食べましょう。今の世の中、体に 100% 良いものなどないと思います。そのような食べたいものを我慢して食べないというのは悲しいことかもしれません。ご飯を食べるという行為はあらゆるものの命をいただくわけですから、感謝して無駄に捨てることなくいただいたら良いと思います。培養肉だとか昆虫食だとか、今後はきっとテレビ、マスコミが片棒担いでその普及を手助けするのでしょうが、騙されることなく情報を集めていきたいと思っています。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、よろしかったらこの動画のシェアをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。